皆さんこんにちは。早速ですが、今回はマタイの福音書24章とヨハネの黙示録という聖書の中でも特にディープなテキストを分析した説教をもとに、万難、患難と呼ばれる終末の苦難について紐解いていきましょう。聖書が語る苦しみの本当の意味って一体何なのか、そして私たちはそれにどう備えればいいのか、この避けては通れないテーマに真っ向から切り込んでいきますよ。まず、情報源であるスピーカーは、迫害地域で実際に活動しているある牧師のすごくハッとするような視点から話を切り出しています。この牧師は、最大の課題はと聞かれた時に、貧困でも危険でもなく、人々が立派に苦難を乗り越えられるよう備えさせることだと答えたんです。これ、キリストに従っていれば快適で安全な生活が待っているはずだっていう私たちのよくある思い込みを根底から揺さぶりますよね。さて、今日のアウトラインをさっと見ておきましょう。1、患難の定義。2、精錬する者の日。3、あびきの脅威。4、嵐の中での保護。5、究極の希望。そして6、今どう生きるべきか。苦しみの本質から実践的な希望まで、この流れに沿って順番に見ていきますね。まずはセクション1、患難の定義、ヒキウスの重圧です。マタイの福音書やイエスの教えの中で、患難という言葉が実際に何を指しているのかを確認していきます。実はこれギリシャ語の語源を見るとすごく生々しいんですよ。古代の世界では穀物を2つの重い石の間に挟んですりつぶしていました。つまり患難っていうのは単なる日常のちょっとしたトラブルとかそういうレベルの話じゃなくて、文字通り四方八方から押し付けられ潰されるような強烈な圧力を意味しているんです。キリストに属しているがゆえに受ける避けられない厳しいプレッシャー、それが患難なんですね。スピーカーはこの時期を単なる不便な時代ではなく、道徳が完全に混乱した時代として位置づけています。悪らみが光として称賛され、正しいことが悪と呼ばれ、悪がごく当たり前のこととして祝福される。神の基準が完全に人間の都合のいい定義にすり替わってしまう真理の完全な逆転が起こるんです。いや、恐ろしいですよね。そうなると、ここで当然一つの大きな疑問が湧いてきます。セクション2、精錬する者の日、苦しみの目的です。そもそもなぜ神はこんな強烈な圧力を許されるんでしょうか。これを説明するために、スピーカーはジャン・カルバンや聖書のテキストを引き合いに出して、金を純化する職人のすごく鮮やかなアナロジーを使っています。まず、金を熱しますよね。すると不純物が表面に浮き上がってくる。それを取り除き、職人自身の顔がその金にピカッと反射して見えるようになるまで、何度も何度も繰り返すんです。火は金を作り出すわけじゃありません。金そのものの本質を明らかにして純化するんです。苦しみの火もこれと全く同じで、本物の信仰を浮き彫りにし、不純物を焼き尽くし、神が私たちの中にキリストの姿をはっきりと見ることができるようになるまで、信仰を強く練り上げるためのものだと言っています。さて、この苦しみのるつぼの中で、私たちはある深刻な危険に直面します。セクション3、秋づきの脅威、脆弱性への対処です。皆さんも想像できると思いますが、人間って追い詰められて苦しい時ほど、手っ取り早く楽になれる解決策に飛びつきたくなりますよね。脆弱になって恐怖を感じている時、人は驚くほど識別力が弱まってしまうんです。だからこそ、深く根付いた聖書の真理だけが、流されないための唯一の信頼できるアンカーになるんだとスピーカーは語っています。そして情報源によると、こういう時代の欺きっていうのはいかにも怪しいあからさまな嘘ではないんです。むしろ超自然的でスピリチュアルに見えるような非常に巧妙で魅力的なものなんですね。もし真理にしっかりと味方を下ろしていなければ、どれだけ熱心な信者であってもコロッと騙されてしまうほどの説得力を持っている。これは本当に強烈な警告です。じゃあどうやって生き延びるのか。ここから物語は大きく舵を切ります。セクション4、嵐の中での保護、大きな転換点。厳しい警告から希望に満ちた約束へとフォーカスが移ります。ここすごく重要なパラダイムシフトなんです。私たちはよく神様が苦しみから完全に助け出てくれると期待しがちですよね。でも現実は違います。神は苦しみを取り除くのではなく、その火の中を歩む間、ずっとそばにいて、苦しみを通して私たちを守り、共に歩んでくださるんです。回避するのではなく、通り抜けるプロセスでの確かな臨在ですね。テキストで使われている非常にパワフルなメタファーがノアの箱舟です。
裁きとしての嵐や洪水自体を避けることはできませんでした。水は確実に増しくばわった。でも、神は箱舟という絶対的な安全の器を用意されましたよね。スピーカーはこれをキリストのうちにいることと同じだと例えています。嵐から逃げ回るのではなく、キリストという箱舟の中に留まること、それこそが究極の安全策だというわけです。そしてこの保護の約束は、終末の教えの革新へとまっすぐにつながっていきます。セクション5、究極の希望、キリストの帰還です。スピーカーは力強く強調しています。観難は決して物語の最終章じゃありません。エンディングは混沌ではなくキリストなんです。真のクライマックスは世界のあらゆる混沌を黙らせ、すべての涙を永遠に拭き去る、真の王の目に見える栄光に満ちた期間です。すべてが正され、回復する。それこそが私たちが向かっている本当の結末なんですね。ここで神学者チャールズ・スポルジョンのハッとさせられるような言葉が紹介されています。私を永遠の岩へと打ちつけるその波にキスをすることを私は学んだ。つまり今私たちが経験している一時的な苦難は最終的に私たちをより偉大で永遠の栄光、キリストという岩へと押し合ってくれるものだということです。そう考えると苦しみという波でさえも見え方が全く変わってきますよね。さあ最後のセクション6、今どう生きるべきか実践的なアクションです。この壮大な神学的な枠組みを知った上で私たちは明日からどう生きればいいのでしょうか。スピーカーは未来に向けた準備を3つの実践的なアクションに落とし込んでいます。まず、恐れではなく日々の悔い改めと信仰によって霊的に備えること。次に、これは短距離走ではなくマラソンですから、聖書や祈り、そしてコミュニティを通じて生涯にわたる忍耐力を強化すること。そして最後に、日々揺れ動くニュースや状況に振り回されるのではなく、キリストという存在のみに揺るぎない確信を持って希望の明かりを下ろすことです。今回の解説の締めくくりとして、今の政治がどうだとか、世界の混乱がどうだとか、そういう話をするつもりはありません。代わりに、皆さん自身にこの本質的な問いを投げかけて終わりたいと思います。周りのすべてが激しく揺れ動くとき、あなたは真理にしっかりと秋戸の下ろしていますか？これこそが私たちが日々自らに問いかけるべき最も重要なメッセージではないでしょうか。